たった一振り、その瞬間、球場の空気はまるで別世界へと変わりました。静まり返っていたドジャー、スタジアム。その数秒後、耳をつんざくような大歓声が夜空へ突き抜けます。誰もが立ち上がり、誰もが両手を高く掲げ、歓喜の渦がスタンド全体を飲み込んでいきました。ですが、それは単なる第23号ホームランではありません。11試合もの間、ホームランという言葉だけが遠ざかっていた男が、自らの一振りで再び世界へ潜入した瞬間だったのです。やはり、大谷翔平は帰ってきた。ロサンゼルス、ドジャース対シアトル、マリナーズ。この一戦は、試合開始前から異様な熱気に包まれていました。理由はたった一つ。世界中が、大谷翔平の一発を待っていたからです。後半戦に入ってから11試合、ヒットは打つ。出塁もする。走塁でも守備でもチームを支え続ける。しかし、ホームランだけが、まるで何かに隠されてしまったかのように姿を見せませんでした。アメリカのスポーツメディアは連日のように特集を組みます。スイングに変化はあるのか、疲労が蓄積しているのではないか、後半戦に入り調子を落としているのか、様々な憶測が飛び交いました。しかし、日本の野球ファンの反応は少し違いました。心配する必要なんてない。大谷は必ず打つ。静かな時間の後には、必ず大きな爆発が待っている。その揺るぎない信頼が日本中に広がっていたのです。そして迎えたこの日、ドジャー、スタジアムには試合開始の何時間も前から多くのファンが詰めかけ、背番号17のユニフォームがスタンドを青く染めていました。打撃練習が始まるたびに歓声が起こり、一球ごとにスマートフォンのカメラが一斉に向けられます。誰もが同じことを願っていました。今日はきっと出る。そんな期待が球場全体を包み込んでいたのです。もちろん、マリナーズもその空気を十分に理解していました。この日の先発は、速球と変化球を巧みに操る右腕。試合前のミーティングでは、大谷に長打だけは絶対に許すな。そう何度も確認されていたとも伝えられています。しかし、その警戒が始まったわずか数分後、誰も想像できなかったドラマが待っていました。一回表、ドジャースの先頭打者として、大谷翔平がゆっくりとバッターボックスへ向かいます。その瞬間、球場中の視線が一人へ集中しました。スタンドから自然と大きな拍手。実況席も思わず声を弾ませます。もしここで一本出れば、この試合の流れは一気に変わるかもしれません。捕手がミットを構える。投手は静かにうなずき、第一球を投げ込みました。外角寄りのストレート。大谷は全く動じることなく見送り、ボール。落ち着き払った表情。その視線は、すでに次の一球だけを見据えていました。そして二球目。投手は再び速球を選択します。しかし、その一球はほんのわずかに高く、甘く浮いてしまいました。次の瞬間です。大谷のバットが鋭く振り抜かれました。ガキーン。乾いた快音が球場全体へ響き渡ります。打球はものすごい勢いでセンター方向へ一直線。外野手は数歩後退しただけで立ち止まり、ただ見上げることしかできません。実況席の絶叫が響きます。いったー。打球はそのままバックスクリーンへ一直線。第23号先頭打者ホームラン。その瞬間、ドジャー、スタジアムはまるで地鳴りのような歓声に包まれました。ファンは総立ち。ベンチからはチームメイトが一斉に飛び出し、大谷を迎える準備を始めます。アメリカの実況席でも興奮は最高潮でした。彼が帰ってきた。干ばつは終わった。大谷翔平が自分が何者なのかを皆に思い出させた。その叫びが全米へ流れていきます。一方、日本でも速報が一斉に流れ始めました。大谷翔平、11試合ぶりの第23号。待望の後半戦初アーチ。完全復活を告げる一撃。SNS も瞬く間に大騒ぎになります。やっと来た。待っていたぞ。やっぱりスーパースターは違う。世界中のタイムラインが、たった一振りの話題で埋め尽くされていきました。しかし、何より印象的だったのは、大谷本人の姿です。派手なガッツポーズはありません。ゆっくりとダイヤモンドを一周し、静かにホームベースを踏みます。その瞬間だけ、小さく右剣を握る姿をカメラは見逃しませんでした。その表情には、長かった沈黙から解放された安堵。そうして、ここからだ、という静かな自信が宿っていました。解説者も興奮を抑えきれません。これですよ。これこそが大谷翔平なんです。
後半戦最初のホームランが、まさかの先頭打者アーチ。この一本は、単なる先制点ではありませんでした。ドジャースベンチの空気を一変させ、投手陣に大きな安心感を与え、チーム全体へ確かな勢いをもたらした一撃だったのです。その影響は、すぐに試合へ現れ始めます。マリナーズ先発は明らかにリズムを崩しました。これまでテンポよく決まっていたストライクが外れ始め、ボール先行の苦しい投球へ変わっていきます。ドジャース打線はそのわずかな乱れを見逃しません。四球、安打、進塁打、着実にプレッシャーを積み重ね、相手バッテリーへ休むいとまを与えません。その一方で、ドジャース先発投手も大谷の一発に応えるかのような回答を披露します。力強いストレート、鋭く落ちるスライダー。マリナーズ打線は芯で捉えることができません。2回は三者凡退。3回には得点圏へ走者を背負いながらも、渾身の三振で切り抜けます。ベンチへ戻るたびに仲間たちは笑顔で迎え、スタジアムには、今日は勝てる、という確信にも似た空気が少しずつ広がっていきました。しかし、アメリカンリーグ屈指の粘りを誇るマリナーズが、このまま終わるはずはありません。4回、先頭打者が鋭い打球で二塁打。続く打者は確実に送りバントを決め、一死三塁。わずか1球で同点に追いつく絶好のチャンス。それまで歓喜に包まれていたドジャー。スタジアムの空気が一瞬にして張り詰めました。大谷翔平は右翼の守備位置から何度も内野へ声を送り続けます。投手は帽子のつばに手をかけ、大きく深呼吸。捕手も何度もサインを確認し、静かにミットを構えました。場内の歓声は最高潮。すべての視線がマウンドへ注がれます。そして、誰もが固唾を飲んで見守る中、この試合最初にして最大級のピンチが、ついに幕を開けようとしていました。4回表、一死三塁。ここまで試合の主導権を握ってきたドジャースにとって、この瞬間こそが最初の大きな試練でした。スコアは1対0。大谷翔平の第23号先頭打者ホームランによって生まれた、わずか1点のリード。しかし、その1点があまりにも大きな意味を持っていたからこそ、スタジアム全体は異様な緊張感に包まれていました。誰もが立ち上がり、息を飲みます。ここを抑えられるのか、その1点だけが、数万人の頭の中を支配していました。マウンド上ではドジャース先発投手がゆっくりとロジンバックを握り直します。捕手もタイムを取り、静かに歩み寄りました。二人の間で交わされた言葉は決して長くありません。しかし、その表情だけで十分伝わります。このアウト一つで流れは渡さない。ベンチからデーブ・ロバーツ監督も腕を組み、じっとマウンドを見つめています。右翼を守る大谷翔平も何度もうなずきながら内野声を送り続けました。落ち着いていこう。そんな思いがチーム全体を一つにしていました。迎える打者は、この日鋭いスイングを見せ続けていたマリナーズの中軸。球場中の期待と緊張が、一球へ集中します。カウントは1ボールにストライク。捕手が低めへミットを構えました。投手が振りかぶります。投じたのは外角低めいっぱいへのスライダー。打者は懸命に食らいつきました。しかし、わずかにバットの先、力なく転がった打球は二塁方向。二塁手が素早く前進し、本塁を狙おうとする三塁走者を鋭い視線で牽制すると、落ち着いて一塁へ送球。アウト。ツーアウト。三塁走者はスタートを切ることすらできませんでした。スタンドから大きな拍手が巻き起こります。ですが、本当の勝負はまだ終わっていません。続く打者は驚異的な粘りを見せます。ファウル。またファウル。さらにファウル。スタジアムの空気が一球ごとに張り詰めていきます。実況席も思わず声を張り上げました。この一球が試合の流れを大きく左右します。フルカウント。球場全体が静まり返ります。投手はセットポジションへ。左足を高く上げ、全身の力をボールへ乗せました。内角いっぱいへのストレート。打者は迷うことなくフルスイング。鋭いライナーが三遊間へ飛び出します。抜けた。誰もがそう思った次の瞬間でした。遊撃手が一歩目で反応。横っ飛び。グラブの真ん中へ打球が吸い込まれます。その瞬間、球場は大爆発。ドジャースファンの歓声が夜空を震わせました。最大のピンチを無失点で切り抜けたドジャース。ベンチでは全員が立ち上がり、先発投手を笑顔で迎えます。大谷も大きく拍手を送り、その表情には確かな手応えが浮かんでいました。これで流れは絶対に渡さない。そんな空気がベンチ全体を包み込みます。
迎えた5回、再び球場の視線が一人の男へ集まりました。大谷翔平。第1打席で放った第23号ホームランの衝撃は、まだ誰の記憶からも消えていません。スタンドからは打席へ向かうだけで歓声が湧き起こります。一方、マリナーズバッテリーは完全に警戒態勢。初球は大きく外れるボール。2球目は低めいっぱいへの変化球。3球目も外角ギリギリ。甘いコースには1球たりとも投げ込みません。それでも大谷は焦げる様子を全く見せませんでした。ファウルで粘り、冷静にボールを見極め、じわじわと投手へプレッシャーを与えていきます。スタンドからは自然と手拍子。1球ごとに期待が高まります。カウント3ボールにストライク。運命の6球目。外角低めいっぱいへの速球。大谷は最後までバットを出しません。球審の右手は動かず。ボール。フォアボールです。球場にはどよめきが広がりました。実況席でも、勝負を避けましたね。ホームランの直後ですから、相手としては長打だけは絶対に防ぎたかったのでしょう。と興奮気味に伝えます。しかし、大谷の本当の恐ろしさはここからでした。一塁へ歩いただけで守備陣の配置が変わります。一塁手はベースへ張り付き、投手は何度も牽制球を投げ込む。ほんの数歩リードを取るだけで球場全体がざわめきます。打っても脅威、歩いても脅威。それこそが大谷翔平という存在でした。ドジャースは続く打者たちが連打で好機を広げます。1、2塁、1打追加点の絶好機。スタンドは再び総立ちになります。しかし、ここでマリナーズも意地を見せました。鋭いライナーを外野手が候補。さらに内野ゴロを落ち着いて処理し、追加点を許しません。1点差のまま試合は後半へ突入します。そして6回、再び球場の空気が一変しました。マリナーズ先頭打者がセンター全ヒット。続く打者も右前へ運び、無視1、2塁、1打同点。いや逆転まで見える絶好機。ドジャースベンチから投手コーチが静かにマウンドへ向かいます。短い会話。いつも通りでいい。たったそれだけ。しかし、その一言で先発投手の表情が変わりました。帽子をかぶり直し、大きく頷きます。球場全体が固唾を飲んで見守る中、極限の心理戦が始まりました。初球、チェンジアップ、空振り、2球目、外角いっぱいへのストレート、見逃しストライク、一気に追い込みます。しかし打者も必死です。ファウル、またファウル、何度も粘り続けます。スタンドからは悲鳴にも似た歓声、実況席も熱を帯びます。これぞメジャーリーグ最高峰の勝負。そして7球目、外角低めへ鋭く落ちるスライダー。打者のバットは空を切りました。空振り三振。球場は総立ち。ドジャースファンが一斉に拳を突き上げます。続く打者には内野ゴロを打たせ、一塁封殺。西に、三塁、あとアウト一つ。しかし、その最後の相手は、この試合最大の壁でした。マリナーズの4番打者がゆっくりと打席へ向かいます。一打が出れば試合はひっくり返る。アメリカの実況席では、すべては1回裏の翔平のスイングから始まった。ドジャースは今、この勢いを維持しなければならない。と、大谷の一発が試合全体を変えたことを何度も繰り返し伝えています。日本の SNS での、まだ終わらない。ここを抑えれば勝てる。大谷のホームランを絶対に無駄にするな。そんな投稿が次々とタイムラインを埋め尽くしていました。球場全体が立ち上がります。捕手がサインを送る。投手は首を振る。もう一度サイン交換。そして、静かに頷きました。すべての視線がマウンドへ集まる中、運命の一球が投じられようとしていた。その瞬間、西に、三塁。スタジアムは総立ちとなり、誰もが息を止めてその瞬間を見守っていました。スコアは依然として1対0。マウンド上ではドジャース先発投手が深呼吸を一つ。捕手は静かにミットを構えます。右翼の大谷翔平も何度も頷きながら仲間へ声を送り続けていました。運命の初球。外角低めのチェンジアップ。ボール。続く2球目は高めのフォーシーム。打者は鋭く振り抜きますが、ファウル。球場から大きなどよめきが起こります。3球目。外角いっぱいへのスライダー。打者は止めたように見えましたが、判定はストライク。一気に追い込まれました。あと1球。スタンドから響き渡る大歓声。しかし、マリナーズの手法も簡単には終わりません。四球目を見送り、カウントは2ボールにストライク。そして迎えた5球目。
打球は鋭く三遊間へ飛びました。誰もが抜けたと思った。その瞬間、遊撃手が横っ飛びで打球をつかみ、素早く立ち上がって一塁へ送球。アウト。球審の右手が高々と上がると、ドジャー、スタジアムはこの日最大級の歓声に包まれました。先発投手は大きく拳を握り、ベンチではチームメイトが笑顔で迎えます。大谷も力強くハイタッチを交わし、この守りが試合の流れを決定づけたことを誰もが確信していました。7回、ドジャース打線はその勢いをさらに加速させます。マリナーズの救援投手に対し、連打で好機を演出。最後は犠牲フライで待望の追加点。スコアは2対0。わずか1点だったリードは、確かな優位へと変わりました。そして8回、再び大谷翔平に打席が巡ってきます。スタンドは自然と総立ち。この日2本目のアーチへの期待が球場全体を包み込みます。しかしマリナーズバッテリーは勝負を避けました。低め、外角、高め、際どいコースだけを丁寧に攻め、最後はフォアボール。実況席では、今日の大谷にストライクで勝負するのは危険すぎます。と、その存在感の大きさを改めて伝えました。試合はいよいよ9回。最後のマウンドにはドジャースの守護神。先頭打者を空振り三振。続く打者をセンターフライ。ツーアウト。あと一人。球場中の視線が最後の打者へ注がれます。初球、155キロのストレート。ストライク。2球目、鋭く落ちるスライダー。空振り。そして運命の3球目。強振のストレートに打者はフルスイング。しかし、バットは空を切りました。空振り三振。ゲームセット。選手たちがベンチから一斉に飛び出し、歓喜の輪がマウンドに広がります。その中心で静かに笑みを浮かべる大谷翔平。試合を決めたのは、1回表の第23号先頭打者ホームランでした。11試合続いた沈黙を終わらせた一撃は、数字以上の価値を持ち、チーム全体へ自信を取り戻させる象徴的なホームランとなったのです。試合後、アメリカのメディアは、スランプではなかった。ただ次の一発を待っていただけだ。スーパースターは最も必要な場面で結果を残す。と大きく報道。日本での大谷翔平。待望の後半戦初アーチ。第23号先頭打者ホームランでドジャース勝利。と速報が駆け巡りました。SNS には世界中から祝福のコメントが殺到します。やっぱり大谷は期待を裏切らない。ここからホームラン量産が始まる。背番号17の物語は、まだ終わらない。長い沈黙があったからこそ、この一振りは何倍もの輝きを放ちました。そして誰もが確信したのです。この第23号ホームランはゴールではない。新たな伝説の始まりに過ぎない。